時計の針は夕方6時を回りました。 TBS ラジオ、そして日本の FM 富士でお聞きの皆さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今年もスイートディグズ LA 始まりました。お相手は私新海圭樹と手島理香です。この番組はロサンゼルスにあります北米メインランド唯一の日本語 FM ラジオ局 TBS ラジオからお送りしています。2021年が始まりました。始まりましたね。はい、1月2日、はい、いや嬉しいじゃないですか。もう1月2日からこの放送を皆さんにお届けできると、いうことでございますが、まあね、なかなか表に出なくて年末年始を過ごされた方も多かったんじゃないかなと。そうでしょうね、今年は、ね、いつも普段でしたら、例えば明治神宮にね、初詣に行っていたなんていう方もなかなかね、密を避けてっていう方も多かっただろうとは思いますけどね。今年はね、本当そういった状況になってますよね。はい、まあでもそうは言ってもですね、今年はもうちょっと去年よりはね、コロナも収まってくれるんじゃないかという期待のもと、2021年どうです？この番組的にはどうしていきましょうかねって今決めることじゃないんですけどね。そうですね、リスナーの皆さんからね、こうやってたくさんメッセージねいただいてるのはすごく嬉しいですけれども、さらにリスナーの皆さんとの距離を縮め、そしてできれば LA にお越しいただいたり、そうだからコロナが収まって今年はそうですよ。もうこれね、コロナ次第って言っちゃったら元も子もないんですけど、なんとかロサンゼルスみんなで行こうツアー、そうこれやっぱり実行したいですよ。今年はなんとかねやりたいですよね、ひろしさん。ひろしさん考えてますよね。ね、ひろしさんいいですよね、もうそういう話してもね。勝手にメッセージも来てないのに本当ですよ、呼びかけているという、いやでも本当今年はなんかそうやってもうちょっと交流をね、持てたらいいなっていうふうにはね、思っておりますが、はい、ぜひそうなった時には来るね、ちゃんと来ていただけるんですよね。来てくださいよ皆さん。私たち実はすごく寂しがりなんで、そうなんですよ。そうメッセージもねたくさんいただかないとちょっとシュンってしちゃったり。案外ね、僕らね声には出さないけど落ち込んだりしてるんですよね。そう実はねもう今年ツアーできなかったなんて去年はねそういう話してから、今年はぜひ相手にしてください。今年もね、皆さん相手にしてください。じゃあその相手にしていただいているのでメッセージいきましょうか。はい、ご紹介しましょう。今年最初のメッセージでございますよ。ラジオネームゆうちゃんです。はい、ゆうちゃんありがとうございます。ありがとうございます、ミスター新海理香さん、ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。2021年もどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。コロナで始まりコロナで終わった2020年でしたが、2021年はコロナの完全収束で終わりたいですね。今しばらくの自粛生活を乗り越えていきましょう。来年1月2日の放送を皆さんはどちらで聞いているんでしょうか。自宅からが多いのかな。私も山梨の自宅からリアタイしている予定です。アメリカではどんな新年のお祝いをするんでしょうか。やっぱりファミリーで過ごすのが一般的なのかな。お二人の例年のお正月の過ごし方を教えてくださいね。ケーキは年越しラーメンに明けおめラーメンですか。ではでは良き一年にしましょう。じゃいやどうだろう、例年の過ごし方、僕の場合は1月1日はですね、今年はできないですけど、リトル東京で行われているお正月 in リトル東京にまず行って、でその後いつもお世話になっている浄土宗に顔を出して、そうですよね。そこで初参りをするという流れは必ずあるんですけど、今年はね浄土宗には行くっていう感じですよね。手島さんは普段はどうですか。私は、新年ですね、1月1日にやっぱりリトル東京で初詣をして、あとはローズパレードですよ。パサデナで開催される全部お花で埋め尽くされたフロートがもう何機も何機も出てくるパレードがあるんですけれども、これを実際見に行くですよ。だけどぶっちゃけね、これ2020年に収録しているのでわからないところがあるんですけど、ローズパレードとかどうなるんですかね。多分中止っ
ですよね。やっぱりフロート作るのにも人が集まるから密になっちゃうんで、そうだ、そう最初はねフロートだけは動かして、パレードだけをバーチャルで、お客さんを集めないで映像だけでって言ってたんですけれども、やっぱりねフロートを作るのも人が集まるんで、パレード自体が中止になりそうです。そうですよね、ちなみにですけどアメリカの年始というのはですね1月1日は休みです。で、みんな家で結構ぼーっとゆっくり過ごします。そうですね。で今年は1月2日今日は土曜日ですので、休み今日明日3連休だと思うんですけど、これが1月2日が平日だったらアメリカ人は普通に働きます。そうなんですよ。はい、だからね今年は本当になんとかコロナの完全収束を願いたいと。そうですね。ちょっと待って、年男Yes あはなんでそこだけほら今年1年の目標とか言っとこ。エンディングで言うオッケーオッケー、今ね本当に何も考えてなかった突然振ってみた。はい、なのでよかった。今思い出した。番組が1時間あって1時間の間に考えておいてくださいね。考えてきます、さあでは番組メニュー紹介していきましょう。はい、まずはゲストコーナーです。先週に引き続き、TBS ラジオのバイリンガルパーソナリティサムさんが登場してくださいます、アメリカ在住日本人の英語あるある、もうこれね本当いっぱいあるんですよ、ここに注目していきます、じゃあフォーカスのコーナーは世界のお正月事情をご紹介します。その他メッセージのご紹介、もちろんリクエストにもお答えしていきます。この後およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。さあそれでは2021年最初の1曲、この曲をお届けしましょう。U2 です。 Where's the street have no name。 Three leagues away。さあ今年最初のゲストをご紹介していきましょう、昨年末に引き続き TBS ラジオのバイリンガルパーソナリティ TBS ラジオではですね LA モーニングパート2を担当されているサム・バンデンバーグさんです。明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。あら素敵、おめでとうございます。かっこいいな。かっこいい。サムさん、明けましておめでとうございますって、結局ハッピーニューイヤーですよね。そうですね。年末、ね、ハバーグッドイヤーとも言ったけど、でも周りを見てみますと、ハッピーニューイヤーっていう人もいますよね、中にはね、年末に、いますね。ね、同じ結局一緒ですね。一応それを願ってるだけで、いい年ねって感じで Have a good year って感じでね。ですよね。そのハッピーっていうのがグッドに変わるだけで。なるほど。こういうね、なるほどっていう英語でいっぱいあるでしょ、手島さん。たくさんありますよ。あるでしょ。こうやって日本語と英語両方わかる方がいると、すごく嬉しいですよね。よくわかるから。そうなの。今日はですね、この英語圏に暮らす私たち日本人あるある、こちら行きたいと思います。具体的にどういうことかというと、この単語って英語なの、それとも和製英語なの、一体どっちなのっていうことを手島さんあるでしょ。たくさんありますよ。未だにあるでしょ。あるあるあるんですよ。こっちに来て一番最初にホチキスがなかったんですよ。ステープルスってお店ありますよね。文房具のお店に一生懸命ホチキスって説明したのに What? みたいな。で初めてホチキスはステープルスだっていうことを。ステープルかステープラーかな。ステープラーね。そう、ホチキス使いませんよ。和製英語なので。和製英語。あとね、あまりにも発音が違ったものとかって、僕最初に日本だとビタミン、ね、ビタミンって言いますね。でビタミンウォーターってあるじゃないですか、僕こっちに来たばっかりの頃、何かのファストフードに入ってビタミンウォーターを頼みたくて、ビタミンウォーターって言ったら「What?」みたいなこと言われて「いやだから」って僕の発音がいけないのかなと思ってゆっくり言おうと思って「ビタミンウォーラー」ビタミンウォーラーやっぱり V と B がね、そう大変ですよねって言って、結局指さしたらバイタミンみたいな一生懸命ビタミンって言ってもダメだ。ビタミンウォーラーって言ってたんだけど、ウォーラーだけはちょっとそれっぽくね、そう通じなかったですね。こういうことも発音もそうだけど、言葉自体が日本で出来上がった英語なんだなっていうものがいっぱいあるわけですよ。たくさんあるんですよね、これをね今日ねちょっとねサムさんに一個一個訂正していただこうと思いつくものを。いいですね。いいでしょ。ね、じゃあ例えば、
ノートパソコンって普通に使いますよね。使いますね。はい、どうでしょこっちはラップトップ。ラップトップ、ラップトップ。ラップトップそうだな。そうだからこっちに来て電気屋さん行ってノートパソコンくださいって言ってもあと最近出たのがノートブックまたはクロームブック。クロームブックね。安いやつ。そういう言い方になるわけですよね。はい。あとどうですか、手島さんもなんか今リストが手元にあるんですけど気になる。私はねホットケーキ。ホットケーキ大ね。好きで。こっちホットケーキじゃなくて、なんていうんですか。パンケーキ。パンケーキ。深海ケーキみたいなもんですね。出た。ちょっと違うけど。あと違うの。あとね、僕気になるのがね、ガソリンスタンドね。ガソリンスタンドって僕普通にアメリカにあると思ってたの。そう言うと思ってたの。ガソリンスタンドのことをね、アメリカでも。だけど最初やっぱりこっちに来た時に一生懸命 Google マップでガソリンスタンドって入れてるんだけど出てこないのね。入力するけどガソリンスタンドってなんて言うんだと思ったらサムさんお願いします。ガスステーション。ガスステーション。ガスステーションなんですよね。言葉の分析するとスタンドでどっから来てんでしょうね。ガソリンスタンド。何スタンド。いろいろスタンド。日本だとなんか売店みたいなだから意味合いですよね。ブックスタンドってありますね。ありますよね。あとね、気になるのはね。私あった。何？食べ物ばっかりですいません。フライドポテト。こっちってほらファーストフードのお店たくさんあるでしょ。で必ずいわゆるフライドポテトあってオーダーするときに通じませんでした。なんて言うんでしたっけサムさん。フレンチフライズ。でブリティッシュだとチップス。そうね。ブリティッシュはフレンチフライズ。フレンチフライズなんですよ。フレンチフライズですよ。こういう言葉ってもうこれは実際に来てみて喋んないとわからない。そうショックを受けまくりますよ。僕も一緒でした。そうサムさんもそうだったんですよね。それ先週ちょっとね話してくれましたけど、だから例えばアメリカンドッグだってこっちコーンドッグでしょ。串に刺してある。トウモロコシの。そうトウモロコシ。トウモロコシね。トウモロコシ。嬉しい。ちょっとサムさんと今なんか親近感が湧いた。今ねトウモロコシよ。トウモロコシ。そうあれこういう形になってるやつ。そう刺したやつ。コーンドッグですもんね。コーンドッグそうだ。あとほらコーラって言っても通じないしね。コーク。かっこいい。コカ・コーラは言うかもしれないけどやっぱりコークだね。コークですよね。それは長い話になるけど理由があるんですけど。そうそれね夜の番組にしましょうか。そういう感じのエピソードが。こんな風にね和製英語なんていっぱいあるわけですよ。これはね本当に話してみないと気づかないところもあるんですけど、あとこっちにいる日本人あるあるとしてですよ、この前サムさんと話してて、そうなんだって思ったことがあるんです、ね。英語の方と、ミーティングをしなければいけない、こっちは日本人です、英語も喋れます、だけど、2人対2人で話をするとき相手は英語だけの2人、こっちは日本人の2人、当然英語で話をしますよね、ミーティングは、だけど日本人同士でもたまに相槌を打ったりするわけですよ、これは日本語だから別に僕は普通に言いますけど、そう言うでしょ。なんかこう英語でバーって話した後にで今こういう風に言ってたんだってそうって言いますね。蓋すれば連呼するでしょ。そうなんだ。これサムさんどうですか。やばいですよ。だってちょっと喧嘩腰になってるようなちょっと侮辱的な言葉に聞こえちゃうんですよねアメリカ人は。でアメリカに適用する言葉にはまっちゃうんですよ。なるほどね。そうびっくりするでしょ向こうとしてみたら。向こうとしたら何言ってるんだこらっていうね、頭にくるような言葉になっちゃうんですよ。だからもし旅行なんかでねこのアメリカに来て、日本人同士でね、で頑張って英語を話をしようと思って、現地の方と話をしている時に何か道を聞いたりとか分かんないですけど、その時に日本人同士で話してる時にそうとか言ってたらはってありがとうじゃないの。そういやそれ気がつかなかった。これ気がつかないでしょ。そうあとはようにしないと、夕方の番組だからいいと思うんですけど、コックさんねコックさんコックさんほら大笑いするでしょ。サムさん今のけぞってましたよ。コックさんも
ちょっとびっくり、こっちで言いませんもんね。こっちで言わないでしょ。噛み砕いて言うとですね、男性のですね、性器を指しているわけですよ。コックがね。なんでコックなんだろうね。COOK だったらクック。そうクックなんだよ。クックする人だったらいいんだけど、なぜコックさん。日本ではそうですね、クックさんとは言わないですもんね。日本のブランドで言えばエースコックっていうのもあるし、ブランドだとね、びっくりしますよね。エースですよ。エースなんですよ。エースになっちゃうわけですから。そうか。それもびっくり。そうシェフがシェフですよね。やっぱりシェフ、コックさん言っちゃダメ、絶対ダメですよ。言わない方がいいですよ。シェフです。もうそれを頑張ってね、英語と混ぜちゃって。Where is the Mr. Cook? とか言ったらやばい、もう大変なことになりますので。ダメ。あ、そうなんで、またそれで言っちゃったりしたらね、もうダメだから。その辺はですね、やっぱりまあ勉強した方がいいかもしれないですね。難しいところですね。一度考えるっていう考え持った方がいいかもしれませんね。言う前に一回言ってみて、おかしくなければ言う練習すればいいかもしれません。アドバイスね。そこのレベルに行くまでがサムさん難しいのよ。遠い道のりなんですよ。そうなんですよ。一番いいのは英語と日本語を両方話せる方と友達になるのが一番いいような気がしますよ。だけどきっとそうじゃなくて、こっちで英語をもう上達しようと思ったら、やっぱりね、そういう環境を作んないといけないですよね。そうだからサムさんじゃいけないんですよ本当。そうか、もう 100% 英語しか喋れない人と関わる、交流する。実際にサムさんもそれで覚えたわけですそうね、大学来た時はやっぱり誰もいなかったんで、それちょっとね、いいきっかけでね、英語を少しね、ベタになったというか、よくできるようになったというか、よく言うじゃないですか、英語の彼氏彼女を作ると英語が上手くなるって、上達が早いってね。僕の友達なんてそういうつもりで付き合いした人が韓国人の彼女になっちゃって韓国語やたら覚えた友達いますけどね。ハングルが上手になった。そう、本当にその言語を覚えたかったらその言語の人と。僕個人的な話になっちゃうんですけども、僕もやっぱりそういうカルチャー的な特殊技術ではないんだけども、だいたい感じるんですよね。ですから言葉分かんなくてもだいたいカルチャーはこういうこと言ってるのかなっていうのを判断しながらね、ジェスチャーしたりしてするのが、それを身につけられるようになると、やっぱり言葉っていうのも少しずつ分かりやすくなると思います。カルチャーを理解するっていうのもやっぱり言語を覚える非常に重要な部分ってことですね。僕らにしてしょうがないんですけども、日本語しかベースがないですからね。それで英語とか当てはめても使わない。だからその人の身になって何をこうしてんのかなっていうのを理解できれば少しずつ分かると思うんですよね。今日はこうやってね、日本語しか喋っていないサムさんですけど、サムさんがどんなネイティブな英語を喋るのかを知りたい方はですね、ぜひ、TJS ラジオ LA モーニングパート2ですね、このアメリカのね西海岸の時間ですと毎週水曜日の9時10分からやってますので、日本でお聞きの方もインターネットラジオで聞くことができますので、聞いてみてください。ちょっと私もちょっとサムさんとお近づきになりたいなと思いました。今年はそんな1年によろしくお願いします。サムさん。ということで、お迎えしたのはサム・バンデンバーグさんでした。Thank you。サムさんありがとうございました。Alright, see you。See ya。かっこいい。さあ私のですね車好きの知り合いはアメリカに来て英語の勉強したんですけど、アメリカに来てから今ではめちゃくちゃ英語うまいんですよ。その方、映画カーズ、これを見て英語を覚えたそうです。お送りしましょう。カーズの中の挿入歌です。ラスカルフラッツで Life is a Highway。 Sweet Digs LA from Los Angeles, California。 さあではメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームオレンジマフラーさんからいただいています。新海圭樹さん、手島理香さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2021年も楽しい放送よろしくお願いします。頑張ります。さて、以前にアメリカの車事情をいろいろとお話しされていましたが、日本では希望ナンバーで好きな数字を選べることができますが、自由の国アメリカもそうなんですか？
これちょっとだけ話したかもしれないんですけど、アメリカナンバープレート7桁かな、はい、あるんですけど、アルファベットと数字の組み合わせなんですよね、だからその中で自分の好きな言葉を選ぶことができます。あ、そっか、そう知らなかった。そう、ちょっとプラスアルファにはなりますけどね、お金はね、やっぱりお支払いするんですよね。そうそうそう、だからしかもね、記号とかも使えるんですよ。例えばですけど、I love you って書く人もいますよね。そのラブをハートにする人とかもいるでしょ。見たことある。そうそう、プレート、そういうこともできますし、あと長くなる時のためになんていうんですか、省略する人もいますね。例えばほら、例えばミーティングが MTG になったりするじゃないですか、そんな風な言葉を当てはめて作る人も、あなたの U を YOU じゃなくてただの U だけで、ね、そう U にしたりとか、あと FOR の4を数字の4にしてしたりとか、ある。そうだから自由の国アメリカ、はい、この辺はですね、自由に7桁の中であれば、でもいくらかね、お金をお支払いするとそうできるんですよ。好きなメッセージをナンバープレートにできると、僕はしていませんけどね。してないんだ。I love TJS とかしたらちょっと恥ずかしいじゃないですか。やっとこ I love ラーメンでもいいんだけどそっちの方がしっくりくるかもね。豚骨とかダメですかいいかも。プレート、豚骨、そう、ハートに豚骨、ハートに豚骨、ハートに豚骨いいかも。それすごくない？それ言っとこうよ。いや、1,2,3,4,5,6,7、字余り？豚骨だけで7だ。来た。やばい、来た。豚骨という車が LA でお聞きのあなた、走っていたら僕になるかもしれませんよ。来たよ。やだな、でもそれにしよう、豚骨。ナンバー豚骨、はい、覚えやすいよ。考えときます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。続いてはラクリマクリユッティさんからもいただいています。ありがとうございます。今年も残り363日となりましたもうカウントダウンですか？すごいな。早いな、今年の目標なんぞ立てたところで明日のシフトさえ覚えておらずそのためにシフト表をチェックしているユッティが覚えているわけもなく、とりあえず日々無難に生活できますように、ぜひとも皆様、お手を拝借、よーすごいいいタイミングでなんかエコーなんかかけちゃいました。かかっちゃいましたね。いや、あれですね、337拍子ってなんか上がりますね。なんかテンション上がりますね。思わず私腕まくっちゃった。思わずなんかもう一丁とか言っちゃいますね。思わず掛け声もかけたくなっちゃう。これいいっすね。ラクリマクリユッティさんやってくれますね。新年早々。大丈夫ですよ。ラジオネームでは噛みませんよ。他では噛みますけどね。ラクリマクリユッティさんってそうですね。新海さん噛んだことないですよね。ラクリマクリユッティ、はい、全然いい感じですよ。ミドルネームね、お待ちしていますからね。ミドルネームだ、そうだった。そういえばそうだった。まあね、いいんですよ。明日のシフトさえ覚えていなくたって、その都度ですね、シフト表をチェックすれば、そうスケジュール帳をチェックすればいいんですよ。そういえばスケジュール帳って言えば、手島さんは手書き派ですか？手書き派です。手書き派ですか？はい。僕もね、長らく手書き派だったんですよ。だけど去年たまたまですよ、買うのを忘れたんです。はい。手帳を、スケジュール帳をと思って、携帯電話でやってみようって思ったら、これが意外とですね、使えるんですね。便利だったんですよ。あら、そちらに移行してしまう？いやでも手書きの良さはありますよ。ありますよ。でさらに書くことによって書いたことを覚えたりしますからね。そう。だけど携帯電話でピピピピってなってくれるんで、教えてくれるのか。そう。なるほどね。どうでしょう、ラジオの前のあなたはどちら派でしょうか？いや、その時にね、電源が切れた時が怖いんですよ。それね。そう。それ怖いね。でしょ。私それで失敗したことがあるんで、あるんだ。やっぱり手書きにするように、一時期ね、その携帯の方がいいかなと思ったことあったんですけど、やっぱり手書き派。そうですか。またちょっと手書き復活してみようかな。我々でいいんだよな、確かに。いいですよ、味があってね。後で思い返せるし。そうなんですよ。読んでみるといろいろと。そんなところにラクリマクリユッティさん、話が広がってしまいました。ありがとうございました。はい、もう一名いきましょう。ラジオネーム埼玉の末永徹さんからいただいています。ありがとうございます。ハローミスター新海&ミスリカさん、皆様ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。
さてアメリカではクリスマス休暇を長く取る分、1月はニューイヤーズデーだけ休んで、2日から働く人も多いとか聞いたことがあります。TJS のオフィスの新年営業は月曜日の4日からになりますでしょうか。では2021年こそは少しでも良い1年になりますように。いやートールさんトールさんっていうのも変な話ですけどね埼玉の末永トールさんもうトールさんでいいかなと思って友達なのかと思った。そうそうトールさん、トールさんそうなんですよ。先ほどもちょっと言いましたけど、こちら基本的に2日がもし平日だった場合はもう2日から普通に働きます。そうなんですよ。新年っぽさがね一気になくなりますよね。全くないですね。全くないですよ。クリスマスツリーが残ってますから。そうそうなんですよね。日本ってなんか25日が終わって26日にクリスマスツリーが一気になくなって、ドンってなくなるお正月飾りが街に出てきますよね。でもねアメリカはね、1月の第1週第2週ぐらいまでいや全然もうクリスマスの飾りが残ってますから、引っ張るねそんな感じですよ。で TGS のオフィス営業ですか、新年の営業ですか。もう1日からしておりますよ生放送がね、朝ありますし、放送局なんてそんなもんじゃないですか。そう、ないです。年中無休ですから。年中無休でございます。新海さんはそろそろ住所を移すみたいですよ。ここに？そう、TJS ラジオのオフィスに。もういいかな。寝袋だけ用意しようかな。そろそろね。そろそろね。いいと思う。ダメ。それやっちゃダメ。シャワールームとかもちょっとつけて、そろそろいいんじゃないかなっていう。いやダメ。それやっちゃダメ。はい。今年もですね、ちゃんとねメリハリのある生活をしていきたいというふうに思っております。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあリクエストもいただいてますね。はい、お届けしましょう。アバのナンバーです。ハッピーニューイヤー。この時間はロサンゼルス、そしてアメリカで気になるトピック、注目の話題、流行りなどをご紹介するザ・フォーカスです。でものすごい枕言葉をちゃんと言ったのは久しぶりだったような気がします最近そうですね。そう、なぜかって、ラーメンのコーナーで時間を費やしすぎているからですよ。最近は今日はあれラーメンのコーナーないのって思ってらっしゃる方いますよね。きっといらっしゃいますよ。たまには胃を休めましょうでも胃を休められないお話になるかもしれません。でもやっぱり食べ物の話題でございます。さあ2021年が始まりました、どんな感じでね今日お聞きいただいてるんでしょうかね。皆さんねどんなスタイルでお聞きなんでしょうね。ですよね。日本でお聞きの方はねお正月休みまだまだ始まって真っ只中でございますね。おせちでも食べながらゆったりと過ごされている方も多いんですかね。こたつに入ってね。そうなんですよね。そのおせち料理ですけど、ここロサンゼルスでも日系スーパーだったり、日本食料理店なんかを除きますと年末にはおせち料理が売られていてですね。そうなんですよ。年末年始年始はねおせちを満喫されている方もいらっしゃると思います。でここアメリカ、特にロサンゼルスは人種のるつぼじゃないですか。そうですよ。さまざまな人種がいるからこそそれぞれの新年の迎え方があったり、お正月のお料理を食べたりしているわけです。そこで今日はですね世界のお正月料理にスポットを当てていきたいと思います。まずはアメリカからいきますね。そうですね。基本的にはアメリカ全土で決まったお正月料理、ニューイヤーズデーの料理っていうのはね特にないんですよ。聞いたことがないですね。ないでしょ。共通しているのは1月1日にシャンパンをねパーンって開けてお酒でお祝いをするくらいかなというふうに思うんですけど、何せアメリカでは10月にねサンクスギビング、そして12月にクリスマス、こちらで盛大にお祝いをするので、新年は日本のように祝う文化はないんです。だけどねこれ調べてみるとアメリカでもね南部、ここはね日本のように縁起を担いだお正月料理がね存在するんですよ。そうなんですね。アメリカの南部にはホッピンジョンっていう炊き込みご飯をお正月で食べる文化があるんですって。知らなかった。そうこの料理は昔アフリカからねこちらに来たほら暗い過去がありますよね。その方々の子孫が受け継いできている伝統の料理なんですって。ホッピンジョンに入っているのは黒豆、これお金を象徴して縁起を担いで新年に食べられるそうですよ。そうなんですね。そう南部ではホッピンジョンあるそうです。イタリア行ってみましょう。イタリア大晦日に祝う地域もあれば年明けに祝う地域もあるんですって。そう祝う時間が場所によって異なるんですって。しかしお祝いに食べる料理は一緒なんです。これ定番なのは豚の足の皮にひき肉や脂身を詰めたザンポーネ、あと
と腸詰めのコテキーノ、なんかこれなんかぽくないですか？コテキーノ、ザンポーネとかコテキーノとかそういうねイタリア語っぽいってこと。そうそう、とこういう肉料理とか、あとね、レティッキエ、なんかイタリア語っぽい、ね、レティッキエレティッキエレティッキエレンズ豆の煮込み料理、へー、これらをね食べるのが、定番らしくてですね、豚は健康や繁栄を、そしてレンズ豆はやっぱりお金を表して、お正月に食べると福を招くとされているそうです。なるほど、こういうのがイタリアですね。美味しそうでしょ、続いてイギリス見てみましょう。はい、イギリス流のニューイヤーパーティーはバフェ形式でございます。いいですね。ね、家族で過ごすのに対し、ね、アメリカとかはね、ちなみにイギリスでは大晦日から大晦日の夕方から夜にかけてパーティーして盛大に過ごすんですね。大晦日の方が華やかな。華やかで、クリスマスは家族で過ごすんですけど、なんと年越しはですね、仲のいい仲間で過ごす。そうなんですね。ですって。でね、日本のおせち料理のように決まった料理はないんですけど、スモークサーモンとかクラッカーサラダなんかを大皿に乗せて取って食べるバフェスタイル。いいじゃないですか、パーティーっぽくってね。で、大晦日は盛大にパーティーをして盛り上がるでしょ、次の日からですね、普通の食事に戻るそうです。普通の食事そう、イタリアと同じようにね、お正月までの間クリスマス飾りは残すんですって。イタリアもそうなんですって。やっぱり残ってるんだ、クリスマスの飾りは。さあ、では海を挟んだフランスに行ってみましょうか。はい、フランスでは新年に食べるやっぱり特別なメニューがあるんですって。ありますか？それはですね、もう本当フランス語とかイタリア語難しいわ。ガレット・デ・ロワ、ガレット・デ・ロワ普通に読んでガレット・デ・ロワという、ね、名前のケーキ。これで新年になると、いろんなパン屋さんとかお菓子屋さん売られるそうです。ケーキを食べるんだ。なんかフランスっぽくないですか？このケーキの中にはフェーブというプラスチック製の人形が入っていて、で、取り分けた中にこのフェーブが入っていた人は王様、女王様となって1年間幸福が続くって。そういえば年末にいただいた豚さん、はいね、メッセージ、以前フランスで年越しをしたことがあるんですけど、フランスではその家の主が参加者をもてなす習わしがあるといい、焼いたパンの中に瀬戸物の小さなチップのようなものが入っていて、それに当たった人がラッキーボーイみたいな風習がありました。これだ、これですよ、これガレット・デ・ロワ。ガレット・デ・ロワ分かったなんですよ。そうだ、豚さんのね、そうなんですよ。これだ。いや、1年間王様女王様、別にこれ王様ゲームじゃないですからねでももうラッキーってね、ラッキーっていう幸運の象徴なんでしょうね。なんですって。さあ、そして年末にも登場していただいて、今日も登場してくださったね、サムさんのお父様のね、ルーツオランダ、こちらはですね、オランダは年明けは花火とともに始まるんですって。賑やかなんですね。そう、通常ね、オランダね、アメリカと同じような感じですね、花火禁止されてるんですって、だけど大晦日と女王のクイーンの誕生日の時だけ特別に許可が下りるんですって。花火を打ち上げていいと。そうなんです。そんなオランダではですね、年末から元旦にかけてオリーボルという大きなドーナツを食べるんですって。これね、オリーボルっていうのはオイルっていうのとボールっていう意味らしいですよ。油で揚げたボールっていう。げんこつ大のドーナツだけど、中にリンゴとかレーズンなんかのフルーツが入ってるんですって。美味しそう。これ美味しそうですよね。どうしても僕沖縄のサーターアンダーギーが出てきてしまうんですけど、あれもげんこつ大で揚げてあるでしょ、だから多分ね、日本人の口にも合うんじゃないかなっていう。合いそうですね。これね、年末年始で食べるそうですよ、オランダ。さあ、アジア、こちらはやっぱり濃いですよね。中国、香港、台湾はやっぱり春節をね、盛大に祝いますよね。旧正月にニンゴーというお餅を食べると。ニンゴーにはさまざまな種類がありまして、日本でおなじみの大根餅、美味しいですね。あと、くわいのお餅、ココナッツのお餅、小豆のお餅などがあると。で、中国地域によって春節の料理が異なるわけですよね。これね、いろんな料理があるんで紹介していくとですね、時間がなくなってしまいますのでやっぱりでもニンゴーか、これはなんか知ってました。私もなんか美味しいですよね、これ美味しいですよね。大好き、大根餅みたいな。大根餅いいですね。っていうか純粋にお餅が食べたくなってきました。
さあそして最後韓国、はい、韓国では、ソルラル、これ旧正月なんですね、ソルラルには欠かせないトッククというお雑煮があるそうです。お雑煮を食べるんですね。これね美味しそうですよ。牛肉や鶏肉のスープでにですよ、うるち米で作ったトックという、小判型のねお餅が入ってるんですって。美味しそう。これ美味しそうでしょ、ね、これもしかしたら LA のね、例えばコリアタウンなんか行ったら食べられるかもしれないですよ。食べれるんじゃないですか。ですよね、そんなわけで、駆け足で紹介してきましたけど、欧米はクリスマスね、でアジアはお正月が中心、で世界的に見るとキリスト教圏ではクリスマス、仏教圏ではお正月を盛大に祝うという傾向なのかなというふうに思います。以上ザ・フォーカスでした。お送りしましょう。シャンプーのナンバーです。デリシャス。スイートディグズ LA お送りしてきました、はい、メッセージいきましょう。はい、ニックアットナッシュビル改めボディビルさんだから何でもいいでしょうビルがつけば大切です、大切です、はい、田舎をディスることは2021年で卒業、2022年はナッシュビルにたくさん美味しい日本食の物資を、救援物資送りますよ、の一皮むけた豚骨臭新海さん、はい、ラーメン作るのは苦手だけどおせち料理は全部手作りで家族からも大好評の手島さん、おめでとうございます。おめでとうございます。一個この場で、一つ突っ込んどいていいですか。いいですよ。ボディビルさん、はい、2021年で卒業ってことは今年もディスっていいってことですか。そして2022年はって書いてあるんで、来年日本の物資、日本食を送ればいいんですねやっちゃいましたね、はい、そうか、やっちゃいましたじゃない、そういうふうに思って送ってね、そうだから来年ってことですよね。はい、ですよね。違ったら、突っ込んでください来週はい、では続きどうぞ。はい、どんな新年をお迎えですか。LA だと日本にいるのと変わらないような年明けでお雑煮なんかも余裕で食べられちゃうんでしょうか。いいな同じアメリカにいてですよ、 LA にいる人と直行便のない都市に住んでいる人のこの差は何なんだろうと悩んでたんですよ、いじめられるたびに、でもね、2022年はもっとポジティブにぼやきを減らすメッセージを送りたいと今だけは考えております。だからいいですよ、今年はぼやいてくださいあれ今年って2021年でいいんですよね。2021年ですね。ですよね、だから今年は大丈夫です、ぼやいてください。来年はちょっと、ぼやきを減らしていただいてボディビルさん頑張りましょう、今年も。いやナッシュビルにね、僕もね行きたいですよ、2022年は来年ってこと？いや今年はでもね、僕ナッシュビルに本当に行こうと考えてます。早くねコロナが収まってね、もっと自由にね行き来できるようになるといいですよね。その時は案内役お願いしますよ、ボディビルさん。ぜひね、ないと全く年間ないんで、わからないですからね。わかんないんでね、よろしくお願いします。さあそしてオープニングでしたっけ。そうですね。今年の目標、新海さんの今年の目標、これ途中でもポロッと言いましたけど、今年はメリハリのある1年に。だ自分でこうね、会社もやってたり、番組もやってたり、練習もやってラーメン作ったりとかしてると、もうダラダラ進んじゃうんですよ。だから今年はきちっと時間を割って分けて生活をしてみようかなと。いいじゃないですか。いいでしょ。でなんか住所もここに移すっていう、ベッドもなんかここに入れるとか、そっちのそれでメリハリをつけたいみたいな、そっちの角度から来ましたか。はい、真逆のことを考えていたんですけど。そうですかそうか、メリハリはつきますね。ある意味ここで全部完結するぞと、そういうことですよね。そういうことです。考え直してもいいでしょうか。目標、私時間をあげます来週もきっとこの目標でいくと思いますさあということで、新年一発目のスイートディグズ LA、 お付き合いくださいましてありがとうございました。お相手は私新海圭樹と手島理香でした。では今年1年もよろしくお願いいたします。